ぽく連射しています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はマシンガンを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、新たな材料を使って、よりそれっぽく連射できるようにしてみようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは反動を抑える仕組みなしで、火薬より反動の低いこちらのニトロセルロースを使うことで、普通に連射することができないか試してみます。こちらを10個連結したら、固定して火をつけてみると、うまく誘爆しないので、連射することができません。そこで、引火しやすい松ぼっくりを、鉄の刃の上に追加してみるとどうでしょうか。さっきと同じようにセットして、火をつけてみると、今度は引火しすぎて、途中で壊れてしまいました。こうならないように、松ぼっくりの位置を、鉄の刃とニトロセルロースの間に変更してみましょう。この状態で火をつけてみると、これならいい感じに引火して、鉄の刃を連射することができました。今度は手に持って発射しようとすると、おっと、手から外れて弾け飛んでいきました。物が壊れた時、手から離れやすくなるせいだと思うので、2つのベアリングを取り付けて、その間に棒をつけることで、直接手に触れないようにしました。こうすると、物が壊れても、手から離れづらくなります。早速試してみると、しばらく耐えましたが、途中で離してしまいました。そこで今度は、後ろに棒をつけて、私の体に押し付けた状態で、もう一度試すと、すべて爆発するまで耐え切ってくれました。でも、体が後ろに移動するくらい結構強い反動があるので、また別の方法で反動を抑えてみましょう。こんな感じで8つのベアリングと4本のベアリングの軸を重心の上下に取り付けることで、前後にぐらぐら動くようにしてみました。この動きで振動を吸収してくれるんじゃないでしょうか。このまま点火すると、おっと、耐久力が足りずに壊れてしまいました。そこで木材より丈夫なプラスチックを使って同じ仕組みを作り直してみましょう。よし、完成したので点火してみると、今度こそ壊れずに最後まで誘爆しています。このまま手に持って撃っても大丈夫か確かめてみると、しっかりショックを吸収して連射することができました。早速木を狙って撃ってみると、遠くの木にもしっかり当たってますね。でもちょっと大きすぎるので、もっとコンパクトになるように工夫してみましょう。今度はベアリング部分を後ろにまとめてくっつけてみました。このまま点火してみると、うまく反動を吸収できていませんね。それに上下にも重心が動いてしまっているので、次は元の構造に戻してベアリングの角度を変えることでコンパクトにしてみます。この状態で点火してみると、ダメですね。反動吸収の仕組みがほとんど動いてくれていません。しょうがないので、最初の構造をうまく使って簡単に撃てるように仕上げていきましょう。弾を20発想定して、横から見た時にスリムに見えるように重心の向きを90度変えたら、点火用のスライムトリガーと照準器、
持ちやすいグリップを取り付けました。よし、これで完成したので、早速手に持って撃ってみると、マシンガンっぽく連射しています。重心が前後する動きが、連射してる感が出ていて、いい感じです。これでマシンガンは完成したので、カメラに向かって撃ってみましょう。程よい反応が心地いいですね。早速いろんなものを狙いましょう。まずは木の葉っぱから。角度が上に向いているせいか、少し連射が遅いですね。その分反動が抑えられています。次は石を狙うと、ゼロダメージ。威力不足ですね。硬いものには弱いです。次は小さな木です。壊れた木の葉っぱが勢いよく飛んでいってますね。これはこのように、物が壊れてからわずかな間、無敵時間があるので、その間に弾が当たると、ノーダメージで吹っ飛びます。そして、草を組み合わせた的を狙うと、途中で弾が途切れてしまいます。気温が低くて、引火しづらいのかもしれませんね。それでも運が良ければ、しっかり発射して、いい感じに破壊することができました。今度は、ドローン工場の壁です。結構離れたところから狙っていますが、連続でダメージを与えることで、耐久力を削り切ってくれました。マシンガンらしいダメージの与え方ですね。続いて、風力発電機です。当たってはいますが、倒しきるだけのダメージを与えることができません。やはり、硬いものには弱いんですね。だったら、上の部分を狙うことで、急所を破壊することを目標にしていきましょう。マシンガンの角度を上向きにすると、入爆するタイミングが遅くなって、停車速度も遅くなります。そのおかげで、仕組みが反動をうまく吸収して、狙いやすくなっています。そのまま狙い続けると、よし、風車を完全に破壊できました。よく見ると、次々に飛んでいく弾が、モーターにも当たって、破壊しています。もったいないですね。それでは次は、こちらのザコキャラの大群を狙って、マシンガンで攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。早速打ち込んでみると、途中で連射が終わって、あんまり倒せませんね。それでも、ちゃんと発射できるまで、撃ちまくっていると、よし、残り1発を残して、19発の弾を撃ち込んで、結構な数のザコキャラを破壊することができました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。照準器を覗きながら、スライムを食べれば、途中で連射が止まりました。そこで、燃えている松ぼっくりを掴んで、強制的に点火することで、残りの弾を発射していきましょう。片手で支えていても、ちゃんと発射できるので、反動吸収の仕組みがうまく働いている証拠ですね。それでは次は、イエロースライムに効くように、また新たなマシンガンを作っていきましょう。ニトロセルロースは、ダメージも低いので、ガラスのかけらにくっつけて、爆発させても、ガラスは無事です。そして、反動をそれなりに抑えた、シンプルなマシンガンにするために、こんな感じで、ニトロセルロースとガラスの間に、小さな火薬を挟んで、押し付けながら接着した後、火薬を外すと、2センチほど隙間を空けて、接着できました。こうすれば、2センチ分離れて、反動を受けることになるので、連結して連射しても、反動が
なるはずです。なので、こんな感じで、24発のガラスを並べて、その下につけた、松ぼっくりの導火線から引火できる、シンプルなマシンガンに仕上げていきましょう。さっきのマシンガンの反応を軽減する仕組みを搭載しない代わりに、さらにコンパクトにしました。早速木を狙って、撃ってみると、反応がかなり低く抑えられているので、反応吸収の仕組みをつけなくても、持ったまま連射できました。これで対イエロースライム用のガラスを発射するマシンガン、グラスマシンガンの完成ですね。途中で連射が途切れることもなく、安定して撃てるのも強みです。試しに近くにいた中くらいのイエロースライムに撃ってみると、バシバシガラスが当たって破壊して、分裂した小さなスライムもついでに倒せています。ナイスな武器ができましたね。それでは最後はこちらの巨大スライムを狙ってグラスマシンガンで攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。かなり離れたところから発射してみると、威力不足ですね。もっと近づけば威力が上がって倒せるかもしれないので、徐々に近づきながらグラスマシンガンを撃ちまくりました。でもほぼ密着状態でもあと少しのところで倒せません。運が良ければ倒せそうなので諦めずに撃ちまくっていくと、やったー、363ダメージ。巨大スライムを倒しました。すべての弾が無駄なくしっかり当たって最後まで耐久力を削ってくれています。それではこの勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムを食べ頃になったので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれたクラスマシンガンさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、